はようございます。建築起業家の斉藤俊一です。空間デザインを中心に奄美大島で古民家ホテルを運営したり、コンテナ特許を取って建築を作ったり、集客とデザインの研究をする飲食店デザイン研究所の運営をしています。この放送では最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを共有していきます。実務に直結する情報を提供できるように心がけていきます。今日はですね、どんな人がリーダーの資質を持っているんだろうかっていうテーマでお話ししたいと思います。本題に入る前にちょっとだけお知らせさせてください。奄美大島に古民家ホテルがもう一つ増えます。また僕が現地に行って村人とか移住者とかと共に作っていきたいと思っています。おそらくですね、もう今週から乗り込むと思うんですけれども、7月上旬にはオープンしようかなと思っております。なので7月11日ぐらいからですかね、先行予約をお受け付けいたします。料金は1人1泊1万円での提供です。清掃料が別途、8000円かかります。おそらくですけれども、多少はお得に 1.5 万円ぐらいで提供すると思いますので、お得になっていると思いますので、公式 LINE の URL を、貼っておきますので、ご希望日時とかを入れて、ご連絡をいただけると嬉しいです。それでは本題に入りたいと思います。で、どんな人がリーダーの資質を持っているんだろうということなんですけれども、ここでいうリーダーとは、企業の代表や、組織内のプロジェクトを任せる人、フリーランスとかでも作業だけ請け負う人じゃなくって元請けだったり、プロジェクト自体をまとめようとしている人のことを、リーダーと、まず仮定したいと思いますと。なんでこんな話をするのかっていうと、僕がですねいつも探している人材だからです。で、もしね、自分我こそはと思う方はなんかご連絡いただけると嬉しいんですけれども、でどんな人材なのかっていうと、成功へ導くためにしっかりリスクを負ってね、実行をちゃんとして、責任が取れる人材っていうことが、求めているものなんですけれども、そもそもデザイナーや設計者にリーダーとしての資質を持っているっていう人自体がね、意外と少ないんですよね。なんでかっていうと、それはそうなのかもしれませんが、職人気質だったり、やはり技術者なので、職業柄リーダーっていう人は少ないよねとは思うんですけどね。で、じゃあリーダーってどんなことをする人なのかっていうと、クライアントとお話をして適切な空間を提供できるようにですね、スタッフとかメンバーとかに指示したり、もしそこ間に合わなかったりしたら自らちゃんと実行して間に合わせるようにしたりね、プロジェクトがねうまく進むようにですねコントロールするんですけど、これがまた本当にないんですよね、こういう人材が。うちのねブランド力がね結構弱小だからっていうのもあるんですけれども、それにしてもそうですよね、独立してるデザイナーさんでも、あんまりリーダーの質がある人とは合わないんですよね。だから僕自身でリーダーに必要な資質を整理して、デザイナーじゃなくても合致する人とね出会った時にすぐに一緒に仕事しませんかとお誘いをね、準備を
しておこうかなと。逆に皆さんはですね、リーダーとしての資質を持っていればですね、今の時代確実に必要とされる人材になれるということなのです。じゃあその資質って何なんでしょうねということなんですけれども、次の3つかなと思うんですけれども、1つ目が成功へ導けるかと、成功できるのかと。そして2つ目がリスクを負って実行できるのかと、ちゃんとリスク分かってんのかってこともありますけれども、最後の3つ目がもしミスった時に責任がしっかり取れるのかと。責任がね、そもそも取れる人と取れない人がいるんですけれどもね、心の持ちようだけじゃなくてですね、でなぜこの3つが重要なポイントなのかというとですね、リスクを負わなければ成功に導けないんですよね。どうしてもチャンスっていろんなところに落ちてるんですけど、その実行をね、その時に実行しないといけないよっていう時があるんですよ、どうしてもね。でも即実行にはリスクを必ず伴うわけですよね。それを見逃しちゃうと機会損失を生みますよね。なので成功へ導けるかっていうのはリスクを伴うんです。それを思い切って実行できるのかっていうところです。で、なぜ実行しづらいのかっていうのはもちろんありますよね。もちろん失敗がちらつくからですよね。失敗すれば責任取らないといけませんからね。だからみんな実行しづらいんですよね。でもね、責任を取れる人は決定権も責任をね取れない人っていうのは決定権も得れないわけですよね。決定権を持ってない人の下にはもちろん人はつきませんし、責任取らずに逃げちゃう人の下では働きたくもないですからね、もともと。で、責任の取り方ってどういうものかっていうと、おそらく自分の時間とお金で支払うということだと思います。よくね、たまに聞くんですけれども、会社とかいた時に責任取って私はプロジェクトから外れますとか、責任持って辞めますとかっていう人がいるんですけれども、責任の取り方を全く分かってないかもしれないんですよね、そういう発言をする人って。責任を取るならば、その失敗したプロジェクトのフォローのために自分をねの時間を全て突っ込むとかね、それでも足りなかったらお金を支払うしかないと思うんですよね。しかもそれはもらった金額以上のものになることももちろんあるわけですよね。なんかね、こうやって話してるとリーダーって嫌なことばっかだなって思うんですけれども、ここまでがねマインドとしてとても重要なポイントなんですよ、あくまで。で、もちろんいいことってすごいありますよね。だって成功すれば時間的余裕も金銭的余裕もめちゃくちゃ出ますからね。あと信頼も得れますよね、メンバーからの。精神的にも豊かになるポイントだと思うんです。この信頼を得るっていうのはリーダーとしてベースとなる資質でもあるかなと思ってます。そもそも責任を負わせてもらえるかどうかっていうのもあるんですよね。ある程度のね信頼をね勝ち取るまでは責任をね負わせてもらえないと思うんです、どんな会社であっても。だって信頼できない人に大切なプロジェクトを任せるなんてことは誰もしないですからね。任せる人がいたらその人自体がリーダーの資質もね、そういうね仕事を任せるね人がいたとしたら資質その人自体がないんじゃないかなって思っちゃいますよね。で、信頼は成功を積み重ねるもので得れるんですよ。だからもう成功し続けるしかないんですけどね。そのために必要なのは学びと、好奇心を持つことですよね。全部が全部ね成功するなんて人はいないと思うんで、少なくとも僕の場合失敗ばっかりなんでね、失敗するともちろん信頼を失い周りのメンバーはね離れていくわけです。だからこそ
失敗のね数は多くても失敗した時のダメージをね最小限に抑え、成功した時のリターンを最大限にしていこうっていうふうに僕は思っていて、周りの人に迷惑かけちゃうんだよね。でね、そもそも成功を見つけるというか、成功これだみたいな見つける、成功しそうだなっていうプロジェクトとかね、そんなもんちょっと見つけるの無理かなって僕思ってるんです。でも失敗すること、失敗しそうなことみたいなものは今まで実行してきたことだったり、実行した人の話を聞いてこれ失敗したよみたいな、あとはもう事前に調べて、知らないうちにこのサービスなくなってんなっていうのは失敗してますからね、間違いなく。調べたり考えればある程度調べられることが結構あるんですよね。僕が実行した後結構気づくことが多いんで、なんで実行しちゃったんだろうなって思っちゃうことは多いんですけれども、成功角度を上げるためにもう成功している人のね丸パクリをして、そこから展開を考えることっていうのは僕結構やったりするんですけれども、それでも成功ってなかなかできないわけなんですよ、パクったからって。で状況も時期ももちろん違うわけで、当然じゃ当然なんですけどね、だから絶対に失敗するということが分かっているものをねまず発見したり意識しながら実行に移すわけです。なんか途中からリーダーの資質っていうか、それに追従する信頼の得方みたいな話になっちゃいましたけれども、今日は、どんな人がリーダーの資質を持っているんだろうかっていう、テーマでお話ししました。結論は成功を導くためにねリスクを負って実行して、ちゃんと責任を取るということなんですよね。でそれがリーダーの資質かなと思います。皆さんもそんな人材になってもらいたいし、もしお近くにねそんな方がいらっしゃいましたら教えてください、ご紹介ください。実務で学べるインテリアデザインの学校隠れ家では、最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを LINE グループで毎日共有しています。まずは LINE のオープンチャットの方の URL を貼っておきますので、興味がある方は、そこで質問してみてください。もっともっとね実務に入り込みたい方は、面談のご応募とかしてみてください。面談してみましょう。実務のね LINE グループにねご招待すると思いますので、ぜひぜひご応募ください。それでは今日しかない大切な時間を全力で楽しみましょう。建築起業家の斉藤俊一でした。ではまた。